はい、こんにちは、ひろこパンのひろこです。今日はラザニアを作ろうと思うんですが、なんと、パスタの代わりに餃子の皮、そして生クリームの代わりに豆腐クリームを使って、作っていこうと思うんですけど、それでなんとフライパン一つで出来上がっちゃうっていうめちゃくちゃ簡単なんですよ。準備の工程もすぐできるし、加熱時間も短くって多分30分もあればすぐできちゃうので、例えば餃子の皮が余ったわとか、そうじゃなくても材料を揃えてでも食べたくなるくらい美味しいので、ぜひぜひお試しください。今日の材料です。はい、じゃあ早速まずミートソースの部分作っていこうと思うんですけど、お肉豚こまとかそういう余ったお肉でもいいし、今日ちょっと量多いです。だいたい 150g ぐらいあればいいです。ちょっと150より今日多い気がします。はい、それを、メタルブレードをセットしたフードプロセッサーに入れます。はい、で蓋を閉めてミンチにしていきます。だいたい細かくなったら次は玉ねぎ1/2個をちょっと回しやすい1/4に切ってあります。それをさらにフードプロセッサーに入れて、今度はパルス、こっちの断続運転の方で、細かくしていきます。はい、 OK です。で好みなんですけど、玉ねぎの食感ちょっと残したかったら早めに仕上げればいいし、はい、好みでやってください。はい、でそれでこのメタルブレードを外します。はい、でここにそのままパスタソース入れていきますよ。はい、1/2瓶入れちゃいます。これちょうどなので入れます、全部。はい、そして全部この中で混ぜてしまいます。余分にボウルを準備しなくていいし、洗わなくていいので楽ちんですよね。このワークボウルをぜひ活用してください。でたまにちょっと質問を受けるんですけど、お肉をミンチにした時の洗い方、フードプロセッサー洗うのめんどくさいってめんどくさそうっていうコメントいただいたりするんですけど、中身材料を取り出してから食器洗剤を入れて、でお水もどうかな3センチぐらい張った状態でもう一回回せば、刃も綺麗になるし、このね、こういう脂っこいところも綺麗になるし、一生懸命こうゴシゴシやらなくていい程度まで綺麗になってくれるので、あとはちょっと古びた歯ブラシとかね、そういうのをブラシとか使ってお掃除するんですけど、そういった形でフードプロセッサーの洗い方、ワークボールと刃の洗い方なんですけど、やってもらえばいいと思います。はい、でこれでだいたい混ざったので、これでもうミートソースの完成です。はい、じゃあ次に豆腐クリームの方、普通だと生クリーム使うと思うんですけど、今日はちょっとヘルシーに豆腐のクリームにします。で絹ごし豆腐半丁入れて、こう滑らかに潰していきますね。もうすぐこういう風になるんで、はい、大丈夫です。はい、でそこに、牛乳がこれ 25cc ぐらいなんですけど、だいたい大さじ1半ぐらいかな。で牛乳なかったら豆乳でもいいし、豆乳もなかったらお水でもいいかなと思います。でそこに白だし小さじ1ぐらい、はい、入れてください。はい、でちょっと好みなんですけど、胡椒も入れとこうかな。はい、これで豆腐のクリームができました。はい、じゃあ中フライパンを用意して、今日は中フライパンサイズのだいたいどうかな、一応4人前ぐらい、すっごいお腹空いてる時だったら2人前とか1人でも食べれるかもしれないんですけど、ここに引いていきたいと思います。まずこの最初ミートソースの半量を一番下に入れます。はい、そして餃子の皮、今日はね米粉のやつなんですけど5枚。はい、並べます。でここにこっちです。はい、次に豆腐のソースもこれ半分、豆腐のクリームか、だいたい半分ぐらい。はい、でなんとなくこうならして、で続いてまたお肉です。繰り返します。
はい、こんな感じで全部入りました。で蓋を閉めて、チーズは最後にやりますね。で、7でスタート。こう沸騰するまで待ちます。はい、カタカタねちょっと沸騰し始めてきたので、ここで3に下げて10分です。はい、10分経ちました。じゃあちょっと開けてみますね。せーの。いいよ。いい感じになってます。はい。で、ここにチーズを好きなだけ乗せていきましょうか。お好きな方はたくさん乗せちゃってもいいんですけど、はい。はい。じゃあこれでどうかな。余熱でもいいくらいなんですけど、弱火で2分かな、2分ぐらいで溶けると思うので、チーズが溶けるまで加熱します。はい、2分経ったので開けてみます。せーの、じゃん。よし、チーズが溶けました。はい、溶けてなかったらもうちょっと加熱してくださいね。でそれで一応出来上がりなんですけど、ここにパセリとか緑のものがあるとすごくいいのでおすすめです。でさらに、もしもこのバーナーがあったらバーナーで炙るとすごくいいので、ちょっと炙りますね。はい、こうやって焼き目があると全然雰囲気変わるので、すごくおすすめです。はい。はい、でこれで、出来上がりです。はい、ラザニアが出来上がりました。あっという間、ぶっこみでしたよね。今日もね簡単に作っちゃいましたけど、ちょっと食べたいと思います。いただきます。美味しい。餃子の皮がもちっと美味しいんですけど、ミートソースも本当に刻んで、フープロで刻んでパスタソース混ぜただけじゃないですかなんですけど、すっごい美味しいんですよ。豆腐クリームはもう本当にあっさりしてるので、全然もたれないというか、さらっと入っていくので、結構一人でこれ半分とか食べちゃうんですけど気をつけてください、食べ過ぎはい。でもわりかし優しい材料しか使ってないので、いっぱい食べたところで大丈夫だと思うんですけど、今日のポイントは、フードプロセッサーでお肉を簡単にミンチにしたんですけど、でそこから、玉ねぎも一緒にミンチにして、さらにパスタソースもそのワークボールの中で混ぜてしまって、もう洗い物が少なくて本当に楽ちんです。でそれで豆腐のクリームも混ぜるだけなので、どうだろう、やり始めて10分ぐらいでこうセットできるので、火にかけてチーズ乗せてとかってして、やっぱり作り始めて30分ぐらいで出来上がっちゃうんですよ。めちゃくちゃ嬉しくないですかでおもてなしにも向いてるし、最初に話したように餃子の皮がちょっと余ってしまったわとか、中途半端に余っちゃったわとかっていう時に乗せてもいいですし、餃子の皮じゃなくても本当にラザニアのパスタを使ってでもいいと思うんですけど、ぜひぜひやってみてください。ワンタンの皮とかも、大丈夫です。はい、ということで今日はヘルシーな豆腐と餃子の皮を使ったラザニアを作ってみました。また作ってどうだったか感想いただけたら嬉しいです。私ちょっとハマってますこれ。はい、ということでひろこパンは、YouTube 以外に Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、概要欄の方からぜひまた覗いてみてください。そしてオンライン料理教室もやってますので、また概要欄の方から不明なことがありましたらDM いただいたりとか、そういった形でご連絡いただければ、はい、またお答えしますので、ぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。また次の動画で会いましょう。